にゃにゃみちゃんのお留守番。にゃにゃみちゃんは4歳の猫の女の子です。いつもママと一緒にいるにゃにゃみちゃんですが、今日はママとパパがお出かけします。パパのお友達が怪我をしてしまったので、そのお見舞いに行くそうです。にゃにゃみちゃんも一緒に行きたかったのですが、病院ということで、にゃにゃみちゃんはお留守番をすることになりました。ママはにゃにゃみちゃんを残していくことが心配で、おばあちゃんに来てもらうようにお願いしました。にゃにゃみ、後でおばあちゃんが来てくれるからね。うん。だから少しの間だけ一人だけど大丈夫？大丈夫だよ。それと誰が来ても玄関を開けたらダメよ。おばあちゃんでも？おばあちゃんなら大丈夫よ。一人の間は火を使ってはダメよ。お腹が空いたら冷蔵庫にプリンがあるから、それを食べてね。ママは心配で心配で、たくさんのお約束をにゃにゃみちゃんに言いました。あんまりたくさんのお約束のため、にゃにゃみちゃんが覚えられないほどです。でも、いつもママが言ってることばかりだから、にゃにゃみちゃんは大丈夫だと思いました。ママとパパが出かけると、にゃにゃみちゃんはテレビをつけて絵本を読み始めました。だって広いお家の中に一人っきりで何の音もしないのですから、さすがに怖くなってしまったのです。それでもにゃにゃみちゃんはおばあちゃんが来るまでの我慢だからと自分に言い聞かせました。しばらくすると電話が鳴りました。にゃにゃみちゃんは電話に出ると元気に名前を言いました。はい、にゃにゃみちゃんです。あら、にゃにゃみちゃんかい？おばあちゃん、にゃにゃみちゃんだよ。ママたちはもうお出かけたの？うん、にゃにゃみちゃんは一人でお留守番だよ。そう、おばあちゃんも早く行きたいところなんだけどね、道路が混んでてもうしばらくかかりそうなのよ。だからもう少しだけ一人で頑張ってくれるかしら。うん、大丈夫。にゃにゃみちゃんは一人でお留守番できるから。そう、よかった。じゃあできるだけ早くに着くようにするからね。そう言うとおばあちゃんの電話は切れてしまいました。電話では大丈夫と言ったものの、寂しくないわけではありません。にゃにゃみちゃんは大きな声でお歌を歌い始めました。すると玄関でチャイムが鳴りました。あ、おばあちゃんが来たのかもしれないね。ついさっき電話が切れたところなのですから、おばあちゃんが来るはずはないのですが、寂しくて不安になっていたにゃにゃみちゃんは玄関へと走っていきました。玄関を開けようとしたとき、真っ白な洋服を着た天使のにゃにゃみちゃんが現れました。ダメ、誰が来てるのかわからないでしょ。ちゃんと誰ですかって聞かないと。そこでにゃにゃみちゃんは天使のにゃにゃみちゃんに言われた通り、誰ですかと聞きました。宅配便です。どうやら玄関の向こうにいるのは犬の宅配便さんのようです。ほら、やっぱり違ったでしょ。宅配便さんならママがいつもはい
どうぞってしてるよ。ダメよ。ママがいないときは玄関を開けてはダメ。ママに言われたでしょ。そう言われてママの言葉を思い出したにゃにゃみちゃんは、ママはいませんと言いました。でも犬の宅配便さんはなんとか荷物を渡したいようで、荷物を受け取ってほしいからここを開けてくれないかなと言いましたが、にゃにゃみちゃんは、ママが帰ってきてからにしてくださいと言いました。犬の宅配便さんはしょうがないなとつぶやくと、玄関から離れていきました。またしばらくすると玄関チャイムが鳴りました。今度こそおばあちゃんかと思ったのですが、今回もにゃにゃみちゃんは誰ですかと聞きました。すると優しそうな声の虎のお姉さんでした。ママはいるかな？ママはいません。そう、渡したいものがあるから開けてくれるかな？にゃにゃみちゃんは優しそうなお姉さんだから大丈夫だろうと思いました。がまたしても天使のにゃにゃみちゃんが出てきて、ダメ、その人は近所のお姉さんじゃないよ。そうなの？その通り、玄関の向こうにいるのは仕事をする時のようにスーツを着て大きなカバンを持った女の人でした。だから絶対に開けたらダメだよ。ママがいないのでまた来てください。元気な声でそう言いました。すると玄関の向こうにいる虎のお姉さんは、おいしい飴があるのよ。あげるから開けてくれない？と言いました。飴と聞いてにゃにゃみちゃんの気持ちは揺れましたが、天使のにゃにゃみちゃんがダメと怖い顔をしたので、開けたらダメなのと言いました。虎のお姉さんははっきりと断ってきたにゃにゃみちゃんに、そうだね、誰が来ても開けたらダメだよねと言って玄関から離れていきました。飴は欲しかったけど、誰が来ても開けたらいけないと言われていたので、これでよかったんだと思うにゃにゃみちゃんでしたが、だんだん不安が広がってきていました。いつもはママがいるので、誰が来ても何も心配することなんてありません。けれど今は家の中にたった一人です。玄関のチャイムが鳴るたびにどうしていいのかわからなくなるのです。もう誰も来ませんように。そう思うにゃにゃみちゃんでした。ところがそんなにゃにゃみちゃんの気持ちなんてお構いなしにチャイムが鳴りました。また誰か来た。玄関に行って誰ですかということには慣れたのですが、なんと玄関の向こうから聞こえてきたのはおばあちゃんの声だったのです。おばあちゃん。にゃにゃみちゃんは大喜びして玄関を開けようとしました。ところが天使のにゃにゃみちゃんが出てきて言いました。ダメダメ、本当におばあちゃんかどうかなんてわからないでしょ。でもあれはおばあちゃんだよ。にゃにゃみちゃん、おばあちゃんよ。開けてちょうだい。ほら、おばあちゃんだよ。声を真似してるだけかもしれないでしょ。そうかな。そんなことはないとは思うものの、もし本当に
声を真似しているだけだったらママとの約束を破ることになります。そこでにゃにゃみちゃんはママがいないからダメと言いました。あらあら、おばあちゃんは大丈夫よ。開けてちょうだい。本当におばあちゃんかどうかわからないからダメ。玄関の向こうのおばあちゃんは笑い出してしまいました。そうだね、その通りだわ。うん、だったら庭の方に回ってくれる？おばあちゃんも庭に行くから姿を見たらわかるでしょ。そう言われて庭に回るとおばあちゃんがそこに立っていました。おばあちゃんはニコニコしています。にゃにゃみちゃんはおばあちゃんの姿を見るとほっとして窓の鍵を開けました。おばあちゃん、にゃにゃみちゃん、偉かったね。本当におばあちゃんかどうか声だけじゃわからないものね。賢い子だね。そう言ってにゃにゃみちゃんの頭を撫でてくれました。おばあちゃんは庭から部屋に入るとお土産に買ってきてくれたドーナツをお皿に乗せてくれました。もう誰が来ても安心です。おばあちゃんがいてくれるのですから。にゃにゃみちゃんはおばあちゃんのお膝に座ると安心して絵本を読み始めました。夕方になってパパとママが帰ってきました。おばあちゃんは今日あったことをパパとママに話しているようでした。するとパパとママがにっこりと微笑み、にゃにゃみちゃんの頭を撫でてこう言ってくれました。にゃにゃみちゃんは本当によく頑張ったね。偉かったね。もうにゃにゃみも立派なお姉ちゃんだな。にゃにゃみちゃんはとっても嬉しくなりました。でも一人っきりのお留守番はもう嫌だと思ったのでした。おしまい。